日本がポツダム宣言を受諾し、連合国に降伏すると、連合国軍最高司令官に任命されたダグラス・マッカーサーが日本へやってきました。彼は日本が再びアメリカの脅威にならないようにする。日本の軍事力を徹底的に破壊し、非軍事化を進める。日本を平和国家へと改造し、民主化を実現するという壮大な使命を胸に日本の地を踏みました。そして東京湾内に停泊するアメリカ戦艦ミズーリ号の上で降伏文書調印式が行われます。日本にとって約15年間に及ぶ戦争が終結する歴史的な瞬間でしたが、この儀式はわずか20分間で終了しました。こうして日本の占領が始まったのです。この占領の下で日本を統治するための体制が整えられました。占領政策の最高機関として極東委員会が設置され、アメリカ、イギリス、中国、ソ連など合計11カ国で構成されています。この極東委員会で決定された日本に対する占領政策はアメリカ政府へ伝えられ、そこから連合国軍最高司令官総司令部、つまり GHQ に具体的な指令が与えられました。さらに GHQ は日本政府に指令や勧告を行い、日本政府がそれを実施する形が取られたのです。しかし GHQ の長官であるマッカーサーは日本の占領政策をめぐり、アメリカ政府としばしば意見を対立させました。時には独自の判断で行動することもあったのです。こうして日本の占領政策にはマッカーサーの意向が強く反映されることになります。マッカーサー率いる GHQ は次々と日本政府に指令を出し、矢継ぎ早に非軍事化、民主化の政策を打ち出していきました。これにより日本の政治、経済、社会構造は大きく変わっていきます。まず GHQ は日本の非軍事化を進めました。日本軍の武装解除や海軍と陸軍の解体、さらには軍事工場の接収などが実施され、日本の軍事力は徹底的に削減されていきます。そして非軍事化がある程度進んだ頃、 GHQ は次に民主化を推し進めました。日本政府は当初戦前の状態への復帰を目指していましたが、 GHQ は日本を戦前に戻すだけでは不十分だ、根本的に改革しなければならないと考えて、さらに踏み込んだ社会の改革を実施していったのです。さて、民主的な国を築くためには日本の国会の改革が必要です。なぜなら戦争が終わって間もないこの時期の国会は、戦時中の翼賛選挙を経て選出された議員が中心であり、十分に民意を反映したものとは言えなかったからです。そこで国会を解散し、新たに選挙を実施することで民意に基づく国会を再構築することになりました。またこの際 GHQ は戦争に協力した者は重要な職に就いてはならないという方針を打ち出し、戦争犯罪人や軍人などが国会議員になることを禁止しました。こうして国会が新しくなると、次に総理大臣を決める必要がありました。先の選挙で第一党となったのは日本自由党。よってその総裁である鳩山一郎が総理大臣に推薦されます。しかしここで GHQ が待ったをかけます。鳩山一郎は戦前統帥権干犯問題を引き起こした経緯があり、 GHQ は戦争に協力した者は重要な職に就いてはならないという方針に該当する可能性があると判断したのです。そのため鳩山一郎の総理就任は認められず、彼は総理就任を断念せざるを得ませんでした。代わって日本自由党の総裁となった吉田茂が総理大臣に就任。これにより日本に政党内閣が復活したのです。この吉田茂のもと、現代の日本の骨格ともいえる日本国憲法が公布されました。この憲法は国民主権、平和主義、基本的人権の尊重という三大原則を掲げたものです。この憲法の制定により、日本政府は関連する法律の整備に乗り出しました。新憲法の精神に基づき、多くの法律が新たに制定され、従来の法律も大幅に改正されていったのです。さて、世界に目を向けてみると、大戦中に協力していたアメリカとソ連は、それぞれ自由主義を掲げる西側陣営と社会主義を掲げる東側陣営の中心となり、次第に対立を深めていきました。アメリカとソ連は直接的な武力衝突こそ避けましたが、アメリカが支援する勢力とソ連が支援する勢力が衝突するなど、世界各地で両陣営の対立構造が生まれていきます。こうして戦後の国際情勢を左右することになったのが冷戦です。もともとアメリカは蒋介石率いる中国の国民政府を支援し、アジアにおける西側陣営の要とすることを構想していました。
そのため日本については徹底的な非軍事化と民主化を進め、弱体化させる方針をとっていたのです。しかし中国では共産党と国民党の内戦の末、共産党が勝利、毛沢東を主席とする中華人民共和国が成立し、東側陣営に加わります。一方、敗れた国民政府は台湾へ逃れ、蒋介石が率いる中華民国政府が存続することになったのです。こうしてアメリカの中国を西側陣営の要にするという構想は頓挫しました。そこでアメリカは代わりとなる国を探す必要に迫られます。そこで浮上したのが日本を西側陣営の要とするという新たな方針だったのです。こうしてアメリカは日本を西側陣営の一員として重視するようになり、それまでの日本の経済力を弱める政策を改め、再建と自立を促し、経済力を強める方向へと転換しました。そしてこの政策転換を決定的なものとしたのが朝鮮戦争の勃発です。そもそも朝鮮半島では戦争の終結とともに日本の統治が終わり、独立への動きが高まっていました。しかしここでも冷戦の影響が色濃く現れます。北緯38度線を境に南には李承晩大統領率いる大韓民国、つまり韓国が、北にはキム・イルソン首相率いる朝鮮民主主義人民共和国、つまり北朝鮮が成立したのです。そんな中、中国で共産党政権が誕生したため、これに触発された北朝鮮は南へ向けて軍事侵攻を開始しました。当然韓国を支援しているアメリカは黙ってはいません。直ちに国連の安全保障理事会を開催し、国連軍の派遣を決定します。こうして一度は北朝鮮軍を撃退するものの、その後中国の軍勢が北朝鮮側に立って参戦すると戦況は一変。戦線は38度線付近で一進一退を続け、やがて休戦協定が結ばれることになりました。このような朝鮮戦争の影響により、アメリカは日本の戦略的価値を再度認識します。このままでは日本も東側陣営に入ってしまうかもしれないという危機感から、早く占領を終わらせよう、そして日本を西側陣営に編入しようという動きが活発になっていきました。こうした流れの中で GHQ も非軍事化、民主化という当初の占領目的はすでに達成されたと判断し、それまでの日本の工業生産能力を低く抑える政策を改め、経済復興を強く推し進める政策へと転換しました。日本もこのアメリカの政策転換を受け入れ、本格的な経済復興に乗り出します。そして日本にとって幸運だったのは、朝鮮戦争によってアメリカ軍が大量の物資を必要としていたことでした。この需要が追い風となり、日本の経済は軌道に乗り、鉱工業生産はほぼ戦前の水準へと回復したのです。そしてサンフランシスコで開かれた講和会議において、日本はアメリカやイギリスをはじめとする自由主義陣営の48カ国とサンフランシスコ平和条約を締結しました。この条約の締結により、6年余りに及んだ連合国の占領は終わり、日本は独立国家としての主権を回復します。そして自由主義陣営の重要な一員として国際社会へと復帰することになったのです。しかしこの平和条約はソ連との国交正常化問題や中国との外交関係の未確立、アジア諸国への賠償問題、北方領土問題など多くの未解決問題を残しました。これらの課題は日本の独立後も引き続き向き合うべき重要な問題として残されたのです。